土壁と私。こんにちは、土壁と私です。昨年末に築140年の古民家と畑を買いました。現在は2拠点という形で田舎暮らしをしています。寒い、寒いと思っていても見渡せば春の気配。約2ヶ月間のドッグラン作業もいよいよ最終段階です。この畑のような中庭を芝生のドッグランにしたい。粘土質で水はけの悪い土、ちゃんと育つのか不安です。少しでも環境を良くしようと、細かい石を拾ったり、土を柔らかくしたり、麻土や砂も混ぜ込んでみました。最初はこんなにもねちょねちょな庭でしたが、なんとなくドロドロがマシになってきたので、肥料をまいておきました。芝の約10倍の速度で広がるグラッピア。雑草対策、乾燥に強い、高圧に強いらしい。ドッグランにもってこいだなぁと思いきや、お値段は普通の芝の数倍する高級品です。ウッドフェンスの材料をケチったので、ここは奮発。1平米あたり4ポットの植え付け。約2ヶ月で密な芝生になるんだって。とすると、5月の終わりくらいにはドッグラン完成かな。踏むの？はい。いえ、なんで？方がはい。根っこが早く張る。いえ、多分体重の人が踏むとはい。壊死するから。ど根性芝だね。はい。でもこう土がかかってるとはい。ダメなるほど。いつぐらいにできんのこれ？いえ、梅雨明けぐらいかな。一面芝生。今回40ポットを植え付けました。ねんねしてたんや。ゆくちゃん。もうすぐドッグランできるで。よかったね。よかった。よかったね。お家帰ろう。でも。お家帰りますよ。お家帰る。もう帰る。帰るの？はい、帰ろう。
神戸に戻っていた。4日間で結構な雨が降り、もしかして枯れちゃってるかもと思っていましたが、元気そうで一安心。ちょっとだけど成長してる感じで嬉しい。水はけに不安があるので、さらにマサ度を追加しました。頑張れよ。アクションカメラの設定を間違えてしまい、謎の縦型追尾モード、 NHK の100カメっぽく編集しようと思ったけど、当チャンネルは2カメだけ。朝土マサ度が足りなくなり、半分は砂をまいてみました。生育に違いが出るのか実験してみたいと思います。シンボルツリーはオリーブにしました。フェンスのそばには殺菌作用のあるユーカリを植えてみました。土壁と私。乾杯。お疲れ様。はいはいはい。でして。はいはい。乾杯。いただきます。毎週土曜日に動画をアップできるように。金曜日の夜は古民家のおこたでパソコンをポチポチしています。集中すると夜中まで作業することも多いので、そのままこたつで寝てしまうこともよくあります。ダメよ。ちょうだい。ボールちょうだい。土壁と私。
民家に隣接している畑です。広さは400平米ほどありますが、モグラ被害があり、田んぼとしては使えなくなり、耕作放棄されていました。野菜を植えるのも微妙そうなので、果樹園にしてみよう。とりあえず私の好きな食べ物を植えてみました。栗、梅、プラム、ネクタリン、レモン。お裾分けできるくらいたくさんの実がなったら嬉しいな。レモンちゃん枯れちゃった。枯れてきて。こっちのレモン枯れ。すごい、たくさん。はい、おいしいや。頑張って。果樹園は防草シートを貼った方がいいよとご近所さんからアドバイスをいただきました。防草シートがないとこれから凄まじいことになる。貼るなら今のうちだと。買ってきた防草シートが全然足りず、失意に沈んでいます。あと1本必要ですね。でも土の上はふかふかで気持ちが良かったです。無理やろ。包装シートが飛んでいかないように気休めの重しを乗せていますが、多分全然意味がないと思います。鳥の巣見つけた。ああ、でもいない。裏庭の木の中に鳥の巣を見つけました。鳥はもう住んでいないようでしたが、いつかまた帰ってきてほしい。そんな思いでこの木は切らないことにしました。私たちはいつでも行ったり来たり、去って行ったり戻ってきたりしながら、いつか終わる旅をしています。けれどその足跡が誰かの新しい同票になると信じて、